猫が好きで、普段から近所の野良猫たちの世話をしていた女性は、ある日、見慣れない野良猫と出会いました。その猫は人間との間に辛い過去があったのか、それとも野良暮らしで投げやりな態度になってしまっているのか、顔を見ると威嚇の声を上げ、近づこうとすると逃げてしまいます。人間に対して不信感を抱き、怯えているのは明らかでした。しかし、その猫に特別な気持ちを抱いた女性は、猫の信用を得るために、根気強く愛情を示し続けました。野良猫の多くは人間に対して警戒心を持っています。ただ、人間にひどいことをされたり、辛い思いをしている場合は、警戒心は強くなります。そんな猫でも、人の愛情や優しさが伝わったときは、人に甘えることを知るようです。イギリス・サウスヨークシャー州シェフィールドに住むアナスタシア・サトクリフさんは、住んでいるアパートではペットが飼えないという事情があり、窓越しから近所に住む飼い猫や野良猫たちの世話をしながら交流を図ってきました。そんなある日のことです。これまで見たことがない野良猫がアパートの庭に姿を現しました。その猫はこれまでの友好的な野良猫たちとは異なり、アナスタシアさんを見ると威嚇の声を上げ、餌を与えようと近づくと怯えて逃げ去ってしまいました。何度かそんな猫の姿を目にしたアナスタシアさんは、きっとその猫は過去に誰かに捨てられたか、ひどい扱いをされたのだろうと考えました。それでもその猫のことが気になって仕方がなかったのです。人間を信用していないその姿はまるで自分のようだと特別に惹かれるものがあったそうです。アナスタシアさんはなかなか心を開こうとしない猫にタイガーと名付け、愛情を持って根気強く接し続けました。やがて猫は威嚇の声を上げますが、餌をもらうときには窓越しに近づいてくるようになり、与えた餌を食べ、窓際で眠るようにもなりました。餌をもらいにやってくる他の猫たちは、別の居場所や寝床があるのか、アナスタシアさんのアパートの庭に居続けることはありませんでしたが、タイガーは他に行くところもなかったのでしょう。いつも庭のあたりをうろついていたといいます。アナスタシアさんは少しずつ心を開こうとしてくれているタイガーのために素敵な猫小屋を DIY で作り庭に置きました。果たしてタイガーがそれを使ってくれるかどうか不安でしたが、ある日タイガーが小屋の中に入っているのを見て、アナスタシアさんは歓喜の声を上げました。タイガーは気に入ってくれたようで、その小屋にすっぽりと収まってくれたのです。アナスタシアさんのタイガーへの思いをタイガーは理解したのでしょう。やがてアナスタシアさんに撫でていいよというように窓際に後ろ足2本で立ち、頭を突き出してくるようにもなったのです。この時タイガーと自分の間に絆が生まれたことをアナスタシアさんは悟りました。ところがそんな矢先、思いもかけない事態が発生しました。それはタイガーが動物慈善団体に引き取られることになったのです。普段から野良猫として徘徊していたタイガーに餌を与えていた別の住民が同団体に保護を求めたようです。それを知ったアナスタシアさんは檻の中でストレスと怯えがマックスになったタイガーを見て激しく心を痛めました。いずれは養子縁組させる予定でタイガーを引き取るという団体スタッフの言葉を受け、それでタイガーにいい家が見つかるならと納得して別れを決意したアナスタシアさん。それでもやはりもう二度とタイガーと会えないかもしれないという悲しみの方が大きく、涙が止まることはありませんでした。しかしその後、団体スタッフがアナスタシアさんにタイガーの様子をこまめに連絡してくれていたことから、
タイガーは去勢手術を受けていたことが判明しました。マイクロチップは埋め込まれていませんでしたが、スタッフへの態度から過去に飼い主がいた可能性が高いということでした。その後、タイガーに里親が決まったことを知ったアナスタシアさんは、コロナのロックダウンが緩和後、その里親宅を訪問することが許可されました。アナスタシアさんを見たタイガーは、捕獲のトラウマからか、初めて会った時のようにアナスタシアさんに再び威嚇の声を上げました。せっかく育んでいたタイガーとの関係がまた振り出しに戻ったような気がしたアナスタシアさんは、このままきっとタイガーとは離れ離れになってしまうんだろうなと、悲しみと不安で心の中がいっぱいになったそうです。ところが、やはりどうしてもタイガーを諦めたくないという強い気持ちが芽生えました。アナスタシアさんはすぐに行動に移しました。アパート側と粘り強く交渉した結果、ペットを飼っていいという承諾を得ることができました。そして里親宅からタイガーを引き取り、ついに家族として迎え入れることが可能になったアナスタシアさんは感極まって涙しました。その後のインタビューの中でアナスタシアさんはこのように話しています。タイガーは信頼を得るためには根気強さが必要だということを私に教えてくれました。ベストを尽くせばきっとその成果はいい形で現れます。それは努力する価値があると言えるものです。どれだけタイガーが人に怯えて威嚇し、不信感を抱いていても、アナスタシアさんは決して諦めず、ゆっくりと時間をかけ、タイガーの心が開くのを待ちました。その努力は決して無駄ではありませんでした。今、タイガーはアナスタシアさんという最高の飼い主と永遠の家を手に入れ、元気で幸せに暮らしています。タイガーが過去にどのような経験をしたのか、それはタイガーにしかわからないことですが、アナスタシアさんはそんなタイガーに根気よく愛情を注ぎ続けました。その結果、タイガーが心を開き、ましてや家族となったことは本当に良かったですね。これからはアナスタシアさんのもとで幸せに暮らしてほしいです。続いて、同じく人に怯えながら路上をさまよっていった野良猫がいました。ある女性は少しずつ距離を縮め、ゆっくりと絆を結び、家族に迎え入れることになりました。母親とはぐれたのか、捨てられたのか、一匹の猫が鳴き声を上げながら路上をさまよっていました。人に怯え、警戒心の強い猫を何とかして守ってあげようと、一人の女性は遠くから餌を与え始めました。辛抱強く女性は猫を見守り続けました。ゆっくりと時間をかけて距離を縮めていった女性に心を開くようになった猫。女性はこの子猫を家族に迎え入れました。すると今ではぴったりと寄り添うことが大好きな猫に変身したというのです。東欧ボスニア・ヘルツェゴビナのトゥズラ近郊の路上で、学生のアシャさんが路上で迷い猫を発見したのは去年の冬が来る前のことでした。自身も猫を飼っている猫好きのアシャさんは、その猫がいつも大声で鳴いて路上をさまよい歩いていることに気づきました。しかし通行人が少しでも近寄ろうとすると、猫は強い警戒心をあらわにして猛ダッシュで逃げ出しました。猫が人や景色、騒音など目や耳に飛び込んでくるすべての大きなものに恐れを抱いているのは明らかだったのです。もうすぐ寒い冬がやってくる。小さな体でたった一匹で毎日を過ごしている孤独な猫は、このままでは生き延びられないかもしれない。そう思ったアシャさんは何とかして助けてあげようと、外階段から上がってくることができる自宅バルコニーに餌を置き始めました。アシャさんは猫をジジと名付け、
辛抱強く餌を食べに来るのを待ちました。バルコニーには餌と水、そして一時避難所として段ボールで作った寝床を置きました。するとジジはアシャさんが置いた餌を食べに来ました。よほど空腹だったのか、どれだけ食べてももっと欲しそうな姿を見せました。アシャさんがゆっくりと近寄ると、ジジは威嚇の声を上げました。しかしそれは怯えているからであり、アシャさんを攻撃しようとすることは一度もありませんでした。それから数週間かけて、アシャさんはジジが心を開いてくれるよう、ゆっくりと根気強く、遠くから様子を見守り続けました。餌を与えながら優しく撫でることで、撫でることは愛情を表現しているんだということを教えようとしました。最初、ジジは撫でられてとても困惑していた様子でしたが、次第に慣れてくるようになりました、とアシャさん。アシャさんのまっすぐな愛情はジジにしっかりと伝わったようです。ついにジジはアシャさんに心を開いたのです。その瞬間、ジジの態度は急変しました。なんとジジはアシャさんにぴったりと寄り添い、後ろ足で立ち上がって喉をゴロゴロ鳴らしながら頭をすり寄せるようにしてくるようになったのです。アシャさんによると、それがジジの大好きな撫でてポーズなのだそうです。アシャさんは懐いてくれるようになったジジを飼うことに決めました。早速獣医院に連れて行き、必要な検査をしてもらい、避妊手術も行いました。現在生後8ヶ月になるというジジは幸せに暮らしています。いつもジジはハグやキスを私にしようとしてくれるんです。きっとそれがジジの私への感謝の気持ちの示し方なのでしょう。とっても遊び心がある可愛い猫です。私をハッピーにしてくれるし、愛されているんだと感じさせてくれる存在です。ジジが私を飼い主に選んでくれてよかったと心から思っています、とアシャさんは話しています。猫は本能的に警戒心が比較的強い傾向がある生き物です。警戒心の度合いは猫の性格や生い立ちにも左右されますが、基本的には警戒心が強く臆病な猫が多いようです。そんな猫に諦めず根気よく愛情を示すことで、人の愛情や優しさは伝わるものなのですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。